今日ね朝5時起きで河南省の洛陽から開封というところまで移動してきました。この開封という場所は河王朝から数えて宋、そして金の時代まで約8個の王朝の都として栄えた場所です。中国の中で新明山虎像という非常に有名な絵があるんだけれども、それはその宋の時代に開封がとても栄えてた時の様子が描かれている絵です。最初に訪れたのは宋代974年に建てられた仏塔本来はねもっと高かったのですが、ちょっと壊れてしまって、その上にちょんって乗ってかっているのは寝台に加えられたそうです。正面から見たらこんな感じで六角形になっているんですね。西安にいた時に東大に建てられた塔を2つ見に行って、それは四角形をしていました。でその後八角形まで発達していくんですけれども、その過渡期に建てられたのがちょうどこの六角形の仏塔で、なかなか見られない珍しい形だそうです。近づいてみると側面に丸く彫られた仏像が無数に並んでおり、四角形と円形が美しく融合していました。太陽の当たり方によって違った色彩を見せてくれます。バイバイ。OK 谢谢。 Oh, that's the sauce. Yeah. It's hot. Yeah. It's okay. 開封にある残された2つ目の塔を見に来ました。アイス。天下第一塔の誉れ高いチエ塔。幾度もの災害や戦火を経て、今もなお開封市に悠々と佇んでいます。この塔は北宋の時代に建てられて1000年の歴史を有しています。この開封の場所は宋の時代に都として栄えたのだけれども、明代に黄河の洪水のせいで町が沈んでしまったんですね。でその洪水の中でもこの塔はね依然としてまだそこに立っていたわけです。ティエタという名前をしていますが、鉄ではなくて瑠璃瓦でできています。で八角形で上までは13段あります。もう暗いんだけど開封古城墙に来てその上を歩いています。今いるこの城壁は中国に残っている中で2番目に大きい城壁で 14km あります。でこの城壁は最初に東大に建設が始まったのですけれども、その後何度も黄河が洪水を起こして破壊されて、その度に高く作り直しているんですね。で今私たちが歩いているこの城壁は最後清代に建てられたものの上を歩いています。河南省は黄河の中流域に位置するのですが、この地域はもういつの時代も黄河とは切っては切り離せない関係にあるのだということがもう分かりました。で昔から中国には黄河を制する者は天下を制するという言葉があるんですが、それほどにその時々の為政者にとって黄河の治水というのは重要な課題であったわけです。ここが城壁になっていて、でこっち側がその城壁内の町があった場所になっていて、でここ階段じゃなくてなんかこういう風な道になっているのは馬が下から上がってこられるようになってるんですね。Okay, let's eat. We are so exhausted. 翌日はアイスンとお別れをし、街の中を見て回りました。こういう感じで広い道は結構整備されてるんだけど、その道の脇になんか日本の商店街みたいに小さな店がたくさんこうずらずら並んでる感じがあって、感じで細い道に入ったら上に家があって、ほんで下のところでみんなお店を出している。それぞれ油屋さんか。開封の小籠包がめっちゃ美味しくて、最後に一人で食べに来た。谢谢。はい。この町に来て初めに思ったのは高層ビルが見当たらないということでした。だからずっと電動バイクに乗って青空を見ながら観光することができて、自分自身はすごく気持ちよく過ごせた街だなというふうに思いました。で確かに他の都市と比べて発展はちょっと遅れているなという印象を受けたのだけれども、でもそれがこの都市に住んでいる人の
人々の豊かさにそれだけが関係しているわけではないというふうにも感じますし、なんだろう、行く先々ですごい親切にしてもらえて、なんか喋りかけてくる人もなんか多かったというふうに思います。自分の中で特に印象に残っているのは2つの塔を見に行ったことです。で、特に2つ目のティエタを見に行った時にその塔を見ながら周りの芝生でピクニックしている人がいて、で私もちょっと寝転がって塔を眺めてたらちょっと眠ってしまって眠ってしまう前にちょっと考えていたのが、なんでこの塔を見たら我々はこんなにも感銘を受けるのだろうというふうにちょっと考えていて、でそれはなんていうか諸行無常と言いますか、形あるものはいつか必ず壊れていく。そしてそれを認識しているこの私もいつかこの世を去っていく。でそういう自分自身をね、なんというかもう1000年近く経っている塔を前にね、そういう自分自身をなんというかどこか心の中で自覚させられる、そういうところでなんというかそれだけの長い時間経っている、仏塔の建築というものに畏敬の念をね感じるのだろうというふうに思ったのです。では、おやすみなさい。It was a wonderful trip, okay? The places we went to, all these historical sites, those are important. Yeah, like, it doesn't matter they're original, they're very well preserved, or they're just replicas. The important thing is, the more important thing is that I think Fumi can agree with me that the way you feel, how you feel about it. Like, you go there, if you know the background, the history behind it, then it's more like a spiritual thing. I think Fumi can agree with me. I can relate. And Fumi, she inspired me. You inspired me at some point. Like, honestly, I'm more like an amateur. I feel like I gotta learn a lot more about Chinese history, or not just Chinese history, about everything, like the way things, the origin of things, how it became this way and not the other way, and then how it is now. So I got a lot to learn. That's my conclusion here. And thank you to Fumi for providing this kind of chance. And just generally, it was just a very nice time with my friend. I think that's about it. And also, I'm just looking forward for next trip. Sure. See you next time. Sure. Thank you too. Thank you guys. It's a wonderful conclusion. Thank you.